健一です。動画のご視聴ありがとうございます。オデッセイハイブリッドに乗っておりますが、今日は淡路島に向かっていこうと思います。ちょこちょこと淡路島には行っているんですけども、オデッセイハイブリッドで淡路島行くのもしかしたら初めてなんじゃないかなっていう感じなので、今日はですねオデッセイハイブリッドで淡路島に向かうというところです。ただ平日なのでそのまま高速道路に乗るともったいないなんていうこともあって、ちょっと途中までは下道で節約をして行ってみようと思います。もう少しだけ高速代金をけちりましょう。結局のところ明石海峡大橋を渡らないといけないので、高速道路に乗るということにはなるんですけども、行けるところまで下道で行こうかなと思ってたんですけど、垂水のインターチェンジぐらいまでですかね。でもそこまで行ったらさすがに時間がですねかかりすぎるので、宝塚北のサービスエリアのところのですねスマートインターから乗ってみることにします。新名神高速道路の側道的なところを走ってますけども、上り坂になったらですねオデッセイハイブリッド君はエンジンを回して頑張って走ってくれています。ここ結構きつい上り坂です。最寄りのインターチェンジから乗ってもいいんですけども、宝塚北サービスエリアのスマートインターチェンジまでの道のりはですね結構快適な道が続いてくれますので、これだけこの辺りはですね別に高速に乗らなくてもこの下道を走るとですね気持ちよく走ることができるので悪くはないんですよね。県道33号線、こちらの交差点を右に行くと宝塚北スマートインターの入り口はすぐそばです。ここはよく白バイが張ってるポイントとなりますので、こちらの方を走られる方はお気をつけください。一気に坂を登っていきまして、宝塚北サービスエリアというか新名神高速道路と同じ高さまでですね道路が上がっていきます。岡山方面への入り口は手前側にあります。奥側に行くとですね京都方面の入り口ということになっています。ここからサービスエリアご利用できませんなんや。残念。寄るつもりやったのにそんなに加速しなくてもいいという感じですな。スピードできないじゃん。
普段はあまり寄らないんですけども、今日は平日ということもあるので、淡路のサービスエリアに寄っていこうと思います。平日だったのでそれほど人がいないかなと思ったんですけども、結構駐車場は止まっていました。休みの日はもっと止まってるということなんだとは思いますけども、人多かったですね。残念ながら天気はいまいちだったんですけども、淡路のサービスエリアから明石海峡大橋はですね、くっきりと見えております。ここのサービスエリアにはスターバックスコーヒーもありますし、観覧車まであります。観覧車はですね、僕は高いところが苦手なので乗りません。ほんまにかっこいいね。ランボーもいるわ。フェラーリランボーや。このまま淡路サービスエリアを降りまして、最初の目的地に向かっていきます。最初の目的地は道の駅淡路に行って生しらす丼なんですよね。生しらす丼を食べてみようということで行ってみようと思います。コロナがですね、猛威を振るっている時はあまり外で食べるということはしなかったんですけども、まだちょっと感染者数がめちゃくちゃ減っているというわけではないのかもしれないんですけども、一時期に比べたらですね、ちょっと落ち着いてきておりますので、平日ということもありますし、早い時間だったらそこまで人が多くないだろうということもありますので、ちょっと道の駅でですね、食べたかったなと前から思っていた生しらす丼を食べに行こうと思います。淡路のインターチェンジを出たら右手の方に曲がっていきます。そしたらもうすぐにですね、道の駅淡路があります。これがこっちやったらいいねんけど。いや、分からんけどね。今日の目的のメインだった生しらす丼を食べまして、この先このまま帰ってももったいないので、もう少し淡路島の先の方に進んでいくことにします。東側か西側どちら回るかというところだったんですけども、今回はですね、西側の方を回ってみようと思います。淡路のインターチェンジから降りてきた道へと戻りまして、ちょうど淡路島の外周の道路西側ということになります。淡路島サンセットラインを南に向けて走っていきます。先ほど食べた生しらす丼なんですけど、淡路島に来て初めて食べるんですよね。これまで別のところ行っても食べたことなかったんですけども、やっぱり普通のしらす丼とは違って生ってなると粘りがあるというか、口の中で広がる味の感じが全然違うなと思いました。でもすごく美味しかったです。他にも美味しそうなメニューがかなりたくさんあったので、ちょっとまた来て食べたいなという感じです。
淡路島のこの道は海がものすごく近いので、海沿いの道を走る気持ちよさは本当に最高なんですよね。ここの淡路島のこの道は何回来ても飽きません。でこれから少し南の方に行ってパルシェ香りの館っていうところがあるんですけども、アロマとかそういうところの感じの施設って言ったらいいんですかね、そういうのが前から気になっててちょっと行ってみたいなっていうのがあったので、ここに行ってみようと思います。じゃあ食べに、うわ並んでる。えぐ、何これ、嘘でしょ。月曜日ですよ。そこまで食べたいパンケーキなんや。続いて右方向です。その先40メートルで目的地終点。ということでパルシェ香りの館にやってきました。ちょうど目の前に見えているのがパルシェ香りの湯ということです。そして右側にはですね、福祉や大温室が見えています。パルシェ香りの湯は温泉ということになります。淡路島一宮温泉というところになりますね。ここは弱アルカリ性の単純温泉ということになっていまして、お湯は無色透明です。どっちかというとこれはあれやね。ここにですね、加温してる感じになるよね。ラベンダーとかローズマリーとかですね、四季折々のハーブを浮かべて香りを楽しみながらお湯に浸かることができるというのが特徴ですね。人それぞれ好きな花の香りというのはあるとは思いますけども、気持ちがすごく落ち着いてですね、ゆったりとした気分になってお湯に浸かることができると思います。着替えなどを持ってきていなかったので、この日はお風呂に入るのはやめておきました。施設奥の方にあるですね、香りの館というところに行ってみることにしました。
香りの館では石鹸を作ったりお香を作ったりオリジナル香水を作ったりできるんですけども、ちょうどオリジナル香水を作ってみたいなと思って申し込もうと思ったんですが、残念ながらですね、この日は団体の予約があるということで体験することができませんでしたので、中で販売されていた精油だけ購入しました。この中には精油に関するものがいろいろと展示されていましたので、見ているだけでもかなり面白かったです。続いて香りの館のすぐ下にある福祉屋第4室へと行ってみました。鉢が天井から吊り下げられているんですけども、そこにですね、福祉屋の花が綺麗に咲き誇っています。ものすごく綺麗でした。これは何？僕はここに来て福祉屋の花を初めて見たというか、初めて知ったと言った方がいいですかね。和名は釣り浮き草と呼ばれていて、原種は100余り存在するそうです。メキシコから南アメリカ、西インド諸島、そしてニュージーランドからオーストラリアに分布するっていうことで、かなり広い範囲でですね、原種が分布しているという、そういう花になります。この原種がですね、100余り存在するっていうそうなんですけども、このパルシェの館では25品種の福祉屋を楽しむことができます。このようにハート型にかたどられているものもありました。パルシェに行った後はですね、淡路島ハンバーガーですねを食べることにしました。これもですね、食べる場所によって全然味が違うということなので、ここ結構評判がネット上では良かったので、ここで食べることにしました。オデッセイハイブリッドのリアハッチを開けて綺麗な景色を見ながら食べることにします。リアハッチに座るとこのような景色が楽しめます。奥の方には瀬戸内海が見えています。すごい。絶対これボリュームすごい。すごいぞこれは。これはすごい。玉ねぎ、肉、トマト。パンでもしっかり焼いてある。いや、ローズマリーがここに挟んである。ね。これはうまい。注文してからハンバーガーは作ってくれる感じになっていまして、バンズの方もしっかり焼き色がついていてですね、玉ねぎ、トマト、肉のバランスすごく良くてですね、これめちゃくちゃ美味しかったです。淡路島ハンバーガー食べるんだったらですね、ここをおすすめしておきます。じゃあ行きますか。この先いろいろと調べて、淡路島で卵が美味しいところとかですね、もう見つけたりもしましたが、この先は次の動画でお届けしようと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。結構人にぎわってるよね。バスが来た。